はい、児玉聡です。京都大学の文学研究科で倫理学を教えております。今回、立ち止まって考えるというシリーズで、全5回、本当にできるのか分かんないですけど、5回の講義をする予定です。オンラインのライブ配信で、Zoom じゃないわ、YouTube や Twitter、いろんなところで配信されているというので、大変、なんていうか、緊張しています。放送禁止用語とか、いろいろなことを言わないように、気をつけたいと思ってます。はい。ただ、いらないこと、もう早速いらないこと言い出してますけど、いらないこと言わないように気をつけます。はい。そしたら、本日講義を始めたいと思います。講義の概要に行きます。スライドお願いします。はい。講義の概要ですが、これ、ホームページにも挙げている通りですが、新型コロナウイルスのパンデミックは、現代社会に未曾有の危機をもたらしていると。それは単に医学をはじめとする科学技術のみによって解決できる問題ではなく、哲学倫理学をはじめとした人文社会科学の知も大いに必要とされているというふうに思っております。本講義ではですね、医療や公衆衛生の問題を中心にパンデミックを倫理学の視点から一緒に考えていきたいということです。全5回、本当にできるのが心配なんですけども、本日はパンデミックと倫理学というのをします。2回目以降、ここに書いてある通りですが、ダイヤモンド・プリンセス号と隔離の問題、人工呼吸器を誰に配分するか、自粛か強制か、ポストパンデミックの世界というのは、5は特にまだ十分に考えきれてないので、本当にできるのかと心配ですけど、頑張ろうと思います。皆さんもぜひ、いろいろご意見いただければと思います。次に参ります。それで本日はパンデミックと倫理学という話で、もう倫理学の方からどういうふうにこの、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 のパンデミックにアプローチするかというような話を考えたいと思います。で、この日本の COVID-19 対策ですけれども、世界的には、BBC ニュースなんかでも取り上げられてますが、比較的うまくいっているように、だということは言われています。で、それが本当かどうかっていうのは、疫学の研究者とか、公衆衛生医学の研究者が明らかにすることなんじゃないかなと思ってるんですけども、重要なのは、倫理学として重要なのは、倫理的にどうなのという問題であります。仮にうまくいってたとしても、非常に大きく、個人の人権等が侵害されて、それでうまくいったと言われても、とても倫理学的にはうまくいっているとは言えないかもしれないということで、例えば、緊急事態宣言に基づく外出自粛や休業の要請とか、プリンセスダイヤモンド号の停留措置の問題、あるいは、日本ではまだ、深刻な問題として議論されてないですけども、海外で議論されている問題として人工呼吸器や、今後のワクチンの配分の問題なんかについて考えたいと思っています。で、この、感染症対策というのは、古典的には、公衆衛生の問題として、議論されてきて、今日公衆衛生の倫理というような分野が出てきてますけども、こういう領域で話されてます。で、これが私も勉強してきたところなんで、これについて、皆さんに本日ご紹介しながら、繰り返しになりますが、倫理学として、どういうふうにこの問題、パンデミックの問題にアプローチするかというお話をしたいと思ってます。で、ここで言う倫理っていうのは、今後明らかになると思うんですけども、法律も含む意味での、広い意味での法と道徳を含む意味での倫理ということになります。ですので、個人の心の問題等々というだけではなくて、社会としてどうあるべきかと、どういう法律を作るべきかということも含めて考えたいと思っています。ただ私自身は法律の専門家ではないので、法律の専門的な話はまた別の先生方がしていただけるんじゃないかというふうに思っております。はい、次いきます。で、まずそもそも公衆衛生って何と、あんまり聞いたことがない人が、いるんじゃないかと思うんです。私、たまたまその公衆衛生大学院というところで教えることがあったので、この領域にアプローチっていうか、この領域を知ることになったんですけども、まずちょっと普通の、方々があまり公衆衛生って言葉を知らないんじゃないかと思いますので、それについてご説明したいと思います。はい。でまず公衆衛生の定義なんですけれども、非常に古典的な公衆衛生の定義が今も教科書で使われています。イェール大学の、最初の公衆衛生大学の公衆衛生の学の教授だったこの、ウィンズローっていうのがいるんですけれども、先生がいるんですけども、この方が、
次のように定義したのが、未だに使われています。公衆衛生とは、組織化された地域社会の努力により、疾病を予防し、寿命を延長し、健康と効率の増進を図る科学であり、技術であると。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、もう英語も読みませんけども、パブリックヘルスってなんだっていうことで、組織化された地域社会の努力により疾病を予防し、寿命を延長し、健康と効率の増進を図る科学であり技術であると。私が、大雑把に要約しますと、次のようになります。感染症の対策や健康増進などの、予防活動を、主とする、実践的な研究領域。もうちょっとその集団的な予防活動と言うべきだと思うんですけども、このような感染症対策や健康増進などの予防っていうのを、主とするような実践的な研究領域だというふうに、言えます。次いきます。で、衛生っていう言葉が難しい。公衆って言葉はもう公衆トイレぐらいしか使わないんじゃないかと思うんですけど、公衆浴場とか公衆あんま使わない言葉だと思うんですけども、衛生という言葉がなかなか難しい言葉であります。これ明治期に活躍して、その衛生局というのを内務省内に作った長与千斎という、人がいますけれども、その人が衛生という言葉を作ったということが知られています。これ、ちょっと読んでみたいと思います。これは、医療の福祉の長与千斎という本からの引用です。この千斎が、明治6年ですかね、1873年に医政を起草したとき、言語、これはドイツ語の、ヒュギエーンですね、を直訳して健康、または保険などの文字を使うことも考えたが、これではあまりに露骨すぎて面白くないと。別に適当な語はないかと思い巡らした際、ふと創始の高曹祖編に衛生という語句があったのを思い出して、これは字体も高雅であり、また発音も悪くないと思って、これを健康保護の事務に適用し、その上、内務省内の局名としてはと申し出て、それが承認され、ここに衛生局というものができたというので、これがその衛生、特に戦前衛生、戦後はその、アメリカの影響もあって、パブリックヘルス、公衆衛生という言葉が定着すると思いますが、戦前の衛生という言葉の始まりだとされます。これ、衛生という字は、生を守るという言葉だと思うんですけど、非常に難しい、今日なかなか、その、地球の回り回っている衛星なのか、この公衆衛生なのかっていうのは聞いただけでも分かりませんし、非常に難しい言葉だなと私は思います。この露骨すぎてとうとうと言わずに、もう素直に健康とか保険とか、もちろん保険という言葉は今保健所等で使われているわけですけども、保険にしといてくれたらよかったのにと、思うところであります。それはともかく衛生という言葉があって、公衆衛生っていうのは今先ほどのような話です。それで、公衆衛生って、医療とどういう関係にあるのか、これなかなか難しい問題であるんですけども、これハーバード大学のスクールオブパブリックヘルス、公衆衛生、大学院にあたるところですが、公衆衛生大学院のウェブサイト上ではこういうふうに説明されているというのをお示ししております。これ右側が、通常皆さんが、その病院に行って受けるというふうに、考えるような、臨床医療です。医学とも言ってもいいかもしれませんが、医療。で、左側が、公衆衛生、パブリックヘルスになります。で、主要なフォーカス、これ全部読みませんが、主要なフォーカスは、公衆衛生では住民、一般住民、全体、あるいはそのグループっていうのが問題になります。で、それに対して臨床医療というのは基本的には、個人を対象にすると、いうことになります。で、飛びまして、重点ということになると、公衆衛生は住民全体の疾病予防と健康増進というのを目的にしていると。それに対して、普通の医療というのは、個人の患者の疾病の診断と治療とケアっていうのが問題になっている。普通に皆さんが病気になって病院に行って治してもらうということを考えていただければと思います。で、4つ目の介入の形態というと、これもなかなか重要なところでして、公衆衛生においては環境や行動や生活習慣、医療の在り方を対象にした様々な介入を行うと。これつまり、例えば、街づくり、健康に資するような街づくりをするだとか、皆さんの生活習慣に介入する。あるいは医療の保険制度、というのを変えるだとか、そういったその、医療そのものではなくて、医療も含めたいろいろな制度、あるいは環境を変えることで皆さんの健康を守ろうとするということであります。それに対して、従来の臨床医療というのは、主に皆さんが考えるような、生物医学的と言われたりもしますが、普通に病院で受けるような医療ということになります。
それで、こういう対比は、なかなか難しいところもありまして、もちろん医療者の方が多くその公衆衛生をやっておりますし、例えば保健所には医療者の方が多くおりますし、この相互というか、特に日本においては医療っていうと公衆衛生も含むっていう形で考えられたりするかもしれません。ただ大きく分けるとこういうふうな概念の枠組みがあり得るということであります。はい、次いきます。で、公衆衛生の話をしたんですけど、じゃあそれが一体倫理とどういう関係にあるんだろうかということが、問題にしたいと思います。で、これちょっと大雑把なまた説明になりますけども、特に感染症が公衆倫理の問題としてどういうことがあるのかっていうお話ししたいと思うんですけども、これ公衆衛生の授業なんかでよく言われることですけども、病気っていうのが、変わってきている、皆さんがかかる病気、あるいは皆さんがかかって死ぬ病気っていうのがどんどん変わってきているということが言えます。で、特に50年代戦後の50年代60年代に、感染症で、死ぬ人から慢性疾患で死ぬ人が多くなってくるっていうような疾病の疾病が変わってくるということがあります。構造が変わってくるということがある。これ有名な言葉なんですけれども、1967年に米国の公衆衛生局長官のウィリアム・スチュワートという人が次のように言ったと言われています。この画像素材は大体ウィキペディア等の顧問から入手してますので、多分大丈夫だと思いますが、感染症に関する本は閉じる時が来たと。これからはがんや心疾患のような慢性疾患に国費を用いるべきだというようなことを言ったと。つまり、それまで結核とか、いろいろあると思いますけども、天然痘がなくなるのはもうちょっと後ですけども、ポリオその他感染症っていうのが猛威を振るっていた時代から、感染症っていうのは、抗生物質なんかも出てきてだいぶ抑えられるようになってきたと。でこれからは、感染症じゃなくて個人がかかる病気、後で出てきますけども、例えば生活習慣によって引き起こされると考えられるような病気、それに対策をシフトすべきだということを言ったって言われています。はい、ただ、この言葉非常に有名で、感染症から慢性疾患のシフトということが言われるときに大体出てくるんですけども、最近の論文ではウィリアム・スチュアートは実はこの言葉を言ってなかったというような論文もありますので、ちょっと注意して使うべき言葉だと思いますけど、その時代の精神を非常に象徴的に示しているものだというふうに思います。次のスライドいきます。ただ皆さんご存知のように、感染症っていうのがなくなったかというと決してそうではないと。80年代、HIV エイズの話がありましたけれども、昨日の瀬戸口先生の授業にもありましたけれども、新興感染症っていうのが、現れてくるわけであります。で最高感染症として、今まで抑えられたものがまた出てきたっていうので、例えばマラリア、結核、結核は抗生物質耐性型の結核等が出てきて、大変なことになっていると思うんですけども、結核や狂犬病、また新興感染症として新しい病気として HIV エイズ、狂牛病と言われる BSE、SARS、新型インフルエンザ、MERS、それで今回の COVID-19 などが出てきたわけです。でそうすると感染症対策をしなきゃいけないんですけど、これが難しいところで、先ほどのがんだとか心疾患というと、慢性疾患で時間もあるから、そのインフォームドコンセントして、個人の自立を最大限尊重しましょうというような、いわゆる生命倫理で言われるようなモデルが、非常に強くなったわけですけども、感染症に関してはなかなかそうはいかないと。ほっといたら他の人にうつるし、他の人からもうつされると。そうすると、移動の自由を規制したり、強制入院、隔離を行ったり、あるいは、濃厚接触者と今回言われるような接触者を追跡するという調査なども出てくる。また、ちょっと違うんですけども、もう少しして扱う医療資源の配分みたいな問題も非常に深刻な問題として出てくるということがあります。そうすると、先ほど言った公衆衛生、人々の健康を守るために、個人の自由の制限が必要になってくる。これが倫理学的には非常に重要な問題になるわけであります。次に行きます。これは、東京都の新型インフルエンザが流行った時のパンフレットですけども、ここみんなで備えてみんなで防ぐと、集団防衛という言い方もされますけども、みんなで守るという、みんなで防ぐというのが非常に重要になってくるというわけであります。はい。
それでもう一つちょっとついでに言っとくんですが、感染症だけじゃなくて公衆衛生の倫理では非常に重要な問題として、生活習慣病というのも大きな問題になっております。で、若い人、私もそうかもしれませんけども、若い人はあんまり覚えてないと思うんですけども、生活習慣病というのはかつては成人病と呼ばれていました。で、96年に、当時の厚労省で名前が変わった、審議会で名前が変わったということがあります。これ昔はですね、慢性疾患っていうのは、年取ったら誰でもなるんだっていうので、成人病と呼ばれてました。でそうしますと、癌になった時に、早く見つけて、早く治すというのが重要だと。早期発見、早期治療というのが重要だって、二次予防と言いますが、二次予防が重要だって言われてました。これは、病気は基本的に、皆さん、保健所や病院、人間ドック等に行って健康診断を受けると。で健康診断で早期発見、早期治療で治療するっていうので、誰でも病気になるんだから病気の責任は問われないっていうのが、成人病の発想だったと思います。でそれに対しまして、慢性疾患は生活習慣病だと。生活習慣によってなる人もいればならない人もいるということになると、一時予防というのが重要になると。一時予防というのは、生活習慣を変えて、健康増進をしましょうと。病気にならないようにしましょうというので、疾病予防や健康増進、つまり二次予防だと病気になって早く見つけるという話ですが、それにならないようにしようという話になると。そうしますと、病気にならないように早め早めに、介入しなきゃいけないというので、健康な集団への生活習慣に介入しなきゃいけなくなるというのが一つ、あります。そうすると、まだ病気になってない人、病院にも、人間ドックにも来ない人を、ありていに言えば、その人たちを捕まえて、行動を変容させるということが必要になってくると。で、もう一つは、生活習慣によって病気になるってことは、いや、それは本人の問題なんじゃないかっていうので、よく言われる自己責任っていうのが問われうるようになるわけであります。糖尿病等になるのは本人の責任じゃないかということが問題になると。でそうすると、その、言説というか、その主張がどこまで正しいのか、どこまでその主張に基づいて、医療政策を決めていくべきかっていうようなことが問題になりうるわけです。私自身がその主張を認めているわけじゃないんですけども、こういうことが公衆衛生の倫理ということで問題になります。はい。ここまで、なぜ公衆衛生の倫理なのかっていうのをまとめますと、主要な疾病の変遷っていうので、生活習慣病と感染症っていうのが、現在、大きな問題として出てきていると。それでその医学研究の進歩、これはあんまり説明しませんでしたけれども、予防っていうのが非常に重視されるようになっていると。これによって公衆衛生っていうのが、ますますあまり聞かない言葉ではありますけれども、ますます重要度を増していて、それに伴って、一体個人の自由をどこまで制限してよいかという問題が浮上してきたと。公衆衛生の倫理って他にもたくさん面白い問題あるんですけれども、これが一番大きな問題だと思います。それでCOVID-19 の今回のパンデミックにおいてもこの問題が非常に重要だと私は思っております。はい、次に行きたいと思います。それでついでなんですけども、私自身はその公衆衛生大学院で教える機会があったということがあって、この問題に関心があったんですけど、もう一つは、私自身が功利主義と、倫理学で、言われるその高校の倫理なんかにも書いてると思うんですけども、功利主義ということが、やってるんで、関心を持って研究してるんですけれども、この、功利主義が近代公衆衛生と非常に接点があるということがあります。それもあって、こんな研究をしているということをお話しておきたいと思います。皆さんご存知のようにジェレミー・ベンサムという人がいます。功利主義っていうのは、最大多数の最大幸福だっていうので、正しい行為っていうのは最大多数の最大幸福を、その促進するような行為だというふうに言った人であります。これ法律についてもこういうことを考えなきゃいけないと。で、後で紹介するミルもそうなんですけども、エドウィン・チャドウィックっていうのが弟子の一人でおりまして、後々にそのサーになるんですけれども、そのための公衆衛生だっていうので、19世紀の初頭に、そのイギリスの近代の公衆衛生改革っていうのを進めていきます。衛生状態を良くすると、特に都市の衛生状態ですね、を良くするっていうことを積極的に行った人です。で、これイギリスの19世紀の前半に労働人口が都市に流入してきたと。で、そうするとみんなその汚いところでね、寝て暮らしていると。食べて寝て暮らしているというので、その環境衛生を改善するスラム等をきれいにして、上下水道を整備するという必要が出てきた。でこれが、経済的にも人道的にも必要だというのが、いうので、改革を進めたのがチャドウィックであります。チャドウィックその他なんですけども、チャドウィックであります。ただ、当時から面白かった問題としまして、これをその強権的にやったと、政府が強権的にそのスラム等を改善するというので、そうすることによって中央集権的傾向が嫌われたと。
つまりこの自由っていうのが非常に問題になったわけです。自由の制約っていうのが問題になって、新聞などでは、当時の新聞などでは、次のように言われました。我々は健康のためにいじめられるよりは、これらその他に運命をかけるのを好むと、いうことで、いやもう健康、もう死んでもいいから自由の方がいいよというようなことが当時から言われてたわけです。ですので、その公衆衛生と自由の問題というのは、非常に昔からある問題で、それは功利主義の発想とも、一つ関係するところであります。はい、次に行きたいと思います。だんだん本題に入っていくんですけれども、はい、ちょっと早口でずっと喋ってると酸欠になってくるので、ちょっとだけ休憩しまして、はい、質問等ありましたらチャット等で、お願いできればと思います。はい、次に行きます。なぜ、自由を制限していいのかというのが、個人の自由をなぜ制限していいのかという倫理学の問題について、こういう問題があるというのを言いましたけど、こういうのをどうやってその倫理学では、正当化ということは言いますけども、個人の自由を制限していいときって一体いつだろうかと、いうことを考える必要があります。で、これも若干教科書的な説明というか、背景的な話から入りますけど、皆さんいろいろちょっと考えてもらいたいと思います。ですね、倫理学、哲学の一種なんで、どうしても子供と同じというか、あるいは火星から来た、火星人が聞くような話って質問するような内容になりますけど、皆さんそもそも論っていうのを少し考えてもらえたらと思います。で、まずですね、COVID-19 の話もう少ししたら入るんですけども、まずはちょっと公衆衛生の典型的な問題を考えてもらって、練習問題をしてもらいたいと思います。さあ、行こうと思います。チャット等にもぜひ、いろいろ議論していただければと思います。はい。次行きます。まず、自転車走行中のイヤホン、スマホの使用制限は認めてよいかと。これはもう10年前ぐらいになるかもしれませんけども、道交法等でも規定されているところですけども、皆さんいかがでしょうか。自転車走行中のイヤホン、スマホの使用制限というのは認めてよいでしょうか。で、認めてよいとしたら、その理由は一体何かということを考えてください。この理由、あるいは根拠というところが、非常に重要になります。公衆衛生というと、医療だけじゃないと言いましたけど、こういう交通安全、あるいは交通、規制、怪我をしない、対策というのも公衆衛生の、非常に大きな、仕事であります。領域であります。交通安全というと警察のことを考える方が多いかもしれませんけれども、公衆衛生、パブリックヘルスの大きな、課題の一つであります。はい、いかがでしょうか。はい、いろんな方が書いてますように、他の人に危害、あるいは迷惑がかかるから、禁止していいんじゃないかと、規制していいんじゃないかということを書かれていますが、私もその通りだと思います。どのぐらい危険かというリスクの評価が必要になってきますけども、例えばスマホ等で、調査されてますけど、危険があると、危害になるんだったら規制していいんじゃないかというのが一つの答えではないかと思います。はい、ありがとうございます。次に行きたいと思います。はい、自動車のシートベルトの、着用義務は認めてよいか。これはどうでしょうか。自動車、ピークには日本でも2万人以上の人が毎年自動車の事故で死んでおりましたけれども、現在はもう3000人ぐらいになっているかと思います。その一つの理由としてシートベルトの着用っていうのが、それ以外もあると思いますけども、大きな理由になっていると思いますが、自動車のシートベルトの着用っていうのを認めてよいでしょうか。これ出てきた当時には議論になっていたことであります。でその、理由は何でしょうかと考えていただければと思います。当時はシートベルト、日本でも、鬱陶しいだとか窮屈だとかいろんな理由をつけてつけるべきじゃないと、車が海に落ちた時には死ぬ可能性が高いと等々とも言われて、いろんな理由がつけられて言われてたんですけれども、現在あまりそういうことを言う人はいないと思うんですけど、あえて皆さん考えるとすると、なぜシートベルトの着用義務は認めてよいか、これは自由の制限になるわけですが、それを認めてよい理由は一体何だろうかと。
はい、危害の話、また医療費の削減、医療費の問題といろいろあるんじゃないかということですけども、ここ気をつけなきゃいけないのは、他人に危害を加える可能性は、全くなくはないんですけれども、シートベルトというのは基本的に、当事者が、自分の、安全を守るために、やっているものだというふうに思います。その理由から、その自分のために、他の人に、自分の安全のために、強制して良いのかという問題を考える必要があります。ちょっとまた後でご説明します。次に行きます。だんだん、面白くなってくると思うんですけども、では次、生レバの提供禁止を認めて良いかと。これは食品衛生という問題でありますけども、食品衛生というのもやはり、公衆衛生の大きな、テーマであります。で、生レバの提供禁止認めてよいか、一体その、認めてよいとすると、その理由一体何だろうかと。もう、そんなことを覚えてない方もいらっしゃるかもしれませんし、もう非常にその、恨みに思っている人もいるかもしれませんけれども、牛のレバー、豚も禁止されましたけれども、レバーの内部には O157 などの、腸管出血性大腸菌がいて、食中毒の可能性がある。でそれを取り除くことが、生レバーは原理的に不可能だということで、厚生労働省から、禁止というその提供禁止ということになったというふうに、だったと思いますけれども、これ一体禁止する理由、認めて良いでしょうか。一体それで、やっぱり禁止はおかしいんじゃないか。どう思いますか。その理由ですね。はい、衛生上問題なくならないというのが、厚生労働省の見解だったと思いますけども、火を通せば、なんとかなるけども、火を通さない限りは、どうしてもその食中毒の可能性が排除できないというのが、大きな根拠だったと思うんですけども、いかがですかね。はい、これなかなか難しいと思います。食べたいという人も結構いるんじゃないかと思います。私自身はあまり食べたいと思ってないので、どっちでもいいというふうに思ってるんですけど、ただ個人の、自由を規制するにはやっぱり良い根拠が必要で、一体どういう理由からこれできるのか、やっぱり本人の利益のためなのか、あるいは、ちょっとこれが難しいのは感染症というところがありますので、万一その本人が感染した他の人に移すという可能性があるので、今回の COVID-19 と同じその感染症が持つ固有の問題というのもあるかと思います。で、最後にもう一つ練習問題で考えてほしいのは、次の問題です。はい、餅は禁止しなくてよいのかと。その理由はということであります。これ皆さん、唐突で驚いたかもしれませんけども、餅っていうのは非常に危険な、食べ物です。で、私はなるべく近寄らないようにしてるんですけれども、この、BBC ニュースでも、少し前にこの餅は人を殺すという記事がありましたが、この、餅っていうのは特に正月、年末年始にかけて人を殺すことで知られています。で、2009年の食品安全委員会の推計だと、なんていうか、年間約1000名ぐらいが死ぬというふうに、推計がなされていました。この2009年の話っていうのは、こんにゃくゼリーですね。こんにゃくゼリーの規制のことを規制すべきかどうかというときに、餅についても推計が出されています。これ年間の統計、正確な統計がないので、私ちゃんと出した方がいいと思ってるんですけども、危険な食べ物です。けど皆さんどうですかね。やっぱ餅も規制した方がいい。生レバ禁止するんだったら、餅も規制しといた方がいいと、おっしゃいますでしょうか。根拠は一体何になりますかね。そうなんですね。死ぬ人が大体高齢者とか、ちっちゃい子だっていうので、健康な元気な人ではなくて、むしろその高齢者等が死ぬっていう大きな問題があるように私は思っています。餅は餅つきの問題もあって、餅つきが感染症をもたらすというので、やっぱりさっきの O157 等の問題があるというので、そこも一つあるんですけども、普通に販売されている餅っていうのをどうするかということを考えていただければと思います。
まあ、犠牲者は限定されるっていうわけですけど、毎年仮に1000人死んでるとすると、どうなんですかね。まあ、皆さんが美味しい餅食べるために、日本で毎年1000人ぐらい人が死んでもしゃあないというのが、皆さんのご意見になりますでしょうか。ここは、なかなか面白いところですね。私自身も、ある程度そう考えるところはあるんですけども、突き詰めて考えるとそういう話になりますけども、それで良いかということになります。はい、これも個人の自由だという人も、結構いるんじゃないかと思います。はい、ちょっと時間もないので次に行きたいと思います。はい。はい、それでですね、急がないともうあんま時間がなくなってきましたけれども、自由の制限にはいくつかの根拠が、公衆衛生の倫理の方では言われています。まず一つ一番、有名なのは、この、ジェレミー・ベンタムの弟子であるジョン・スチュアート・ミルの、他者危害原則の話です。これが一つのものですね。これはミルの自由論と100分で名著にまだ出てないんで、そのうち出してほしいと思ってるんですけども、非常にいい本であります。この本ではその個人の自由を制限してよいのはいつかという話を、延々とやっていて非常に面白い本であります。それでそのこういうふうに言ってます。文明社会の遷移に対し彼の意思に反して正当に権力を行使し得る唯一の目的は他者に対する危害の防止であると。個人は自己の行為についてそれが自分以外の人の利害に関係しない限り社会に対して責任を取る必要はないと。つまり他人に危害を加えない行為っていうのは自由にしておくべきだっていうのが、ミルの、考えです。ですから先の餅なんかも、もちろん医療費みたいな話があって難しいところはあるんですけど、基本的にもう自分で危険を承知してて、それでその死ぬんであれば、それはもう自分の自由でいいじゃないかというのがミルの発想です。ですので、規制可能なのはその他人に危害を加えると考えられる、そのスマホや、スマホのながら自転車運転、というのがあるでしょう。で、規制不可のものとしてはシートベルト。おそらく見るであれば、シートベルトというのは本人によく説明してした方がいいと言ったらいいけれども、それを規制するのはおかしいというふうに言うんじゃないかと思います。で、餅、これもやっぱり先ほど言った通り規制できない。で、生レバは先ほどの感染症の問題があるので、どのぐらい危害が他人に及びうるかという問題があると思いますが、直ちに規制するっていうのはストレートにはいかないんだろうと思います。ちょっと難しいところであります。次参ります。で、もう一つよく知られている公衆衛生の方でよく知られているものとしてはパターナリズムっていうのがあります。パターナリズムでパターっていうのは父とラテン語の父という意味ですけれども、父権主義というふうに、訳されたりもします。これは親が子供のことを思って、その何か禁止したり、何かやらせたりするのと同じような形で、本人が、自分自身に危害を与えることを防止するっていうのがパターナリズムの発想です。本人が自分自身に危害を与えることを、周りの人が防止すると。国や、その周りの人が防止するっていうのがその発想です。で、こういうのがミルの発想だとなかったらいいと思われるんですけども、公衆衛生では実は、パターナリズムによる規制っていうのが必要となる場合が、あると思われております。例えば先ほどのシートベルト。であるいは麻薬の禁止。麻薬もいろんな理由から禁止されていると思うんですけど、一つにはあなたの人生を台無しにするというふうに言われるわけですけども、それはほっといてくださいと。で、私の人生どうしようが自分の自由だというのも、非常にその自由を強調する立場からだと言われうるんじゃないかというふうに思います。ただ、公衆衛生ではご存知のようにこういったものが禁止されている国もあるということがあります。強制されたり禁止されたりしていると。はい。ですので、こういうパターナリズムっていうのは公衆衛生で言われるところですけども、一体あなた自身のために強制します、禁止しますっていうのは、自由主義、ミル的な社会で、リベラルな社会でどこまで許されるかということが問題になります。はい。どんどんいきます。で、ミル自身はパターナリズムというのに反対していました。ちょっと、赤字だけ読みますけれども、未成年はパターナリズムは大事であると。ただ、未成年はいいけども、外からの危害と同様、彼ら自身の行為からも保護されなければならないと赤字で書いてます。未成年についてはこれ当てはまりますが、成人のパターナリズムには強く反対します。逆になっちゃいますけど、未成年は必要と考えています。はい。次いきます。で、3つ目です。自由の制限として全体の利益を目指した介入というのがあり得ます。これが非常に面白い、公衆衛生で面白いところだと思います。全体の利益を目指した介入っていうのが正当化しない、正当化必要な場合があり得る。
例えば、例としまして、虫歯予防のために仮に水道水にフッ素を入れるということ。これの、ぜひ、これが本当にいいのか、効くのかどうかっていうのはちょっとぜひ置いときまして、この虫歯予防のために水道水にフッ素を入れるっていう例があります。これオーストラリアの例で、オーストラリアのある地域で、実際に水道水にフッ素を入れようとしたときに、その、町のその説明会を開いたと。説明会を開いたときに、いかにその虫歯予防のために水道水にフッ素を入れると皆さんの利益になるかということを説明したんですけども、あるおじいちゃんが手を挙げて、一体それが自分のために何の役に立つんだということを言ったというんです。で、このおじいちゃん、よく見るとっていうか、その人は実は、歯が全くなくて、何ですか、総入れ歯であると、いうわけです。で、この人にとっては、フッ素を入れても、その100があって一理なしということで、この人にとっては何の利益もないと。それでも、その町なり地域は水道水にフッ素を入れるべきかという問題があり得ます。これがその公衆衛生の難しいところで、みんなに、まとめてその介入するので、利益を得る人もいればいない人もいる。で、利益を得ない人に対してどうやって正当化できるかっていう問題があります。これは、先ほどのパターナリズムとは違うところです。パターナリズムというのは自分の利益、あなたの利益のために介入するというわけですが、フッ素の場合はこういう問題が、フッ素などの場合はこういう問題があるということです。ですので、みんなのために強制禁止しますというのは自由主義社会でどこまで許されるかという問題があります。はい、話をしているともう、あっという間に終わりに近づいてきましたけれども、ここまでをまとめますと、感染症予防や健康増進のために、個人の自由をなぜ制限してよいのかと。で、代表的な正当化根拠としましては、3つあると。一つはミルの他者危害原則。ただこれはあんまり公衆衛生ではあんまり、たくさん規制できないという問題があります。で、パターナリズム。それにさらに全体の利益ということが、あるわけであります。はい。駆け足でお話してきましたけれども、それで、ここまでが、前提でありまして、じゃあ、今回のパンデミックの問題で一番大きな問題の一つであると思いますけれども、法による外出の自粛の要請や他国のような外出の禁止っていうのは一体正当化できんのかと。これもそもそも論で皆さん法律で言われてんだからやるの当然だろうという人もいるかもしれませんけども、法律の良し悪しも考えるのが倫理学ですから、一体これいいんだろうかと。我々の個人の自由一体どうなっとんやということを考えてほしいわけです。それで、できるとしたら今挙げたような根拠の一体どのような根拠から規制できるんだろうかと。法律では公共の福祉等という問題が出てくるところですけども、公共の福祉って言っても非常に曖昧というかさらに考えないといけない問題でありますので、今の問題に今挙げたような根拠からどうやって正当化できるかということを私は考えないといけないと思っております。さて、もうあんまり時間がなくて、さらに進むか、次回に、回すべきかちょっと考えているところなんですけども、少しだけ、説明してみたいと思います。はい、他者危害原則によって規制できるんだろうかと。つまりこういうことです。あなたが外出すると他人に感染させることで危害を加えるため外出は禁じられるのかと。これ、皆さんどうでしょうか。これで皆さん納得するでしょうか。私なかなか難しいんじゃないかと思っています。すでに感染が分かっている人の隔離や感染が疑われる人の隔離ならこれ OK だと思うんですけど、これまた次回お話したいと思います。だが感染可能性の低い人はこれでは説得できないんじゃないかというふうに思っています。今回の感染症に関しては感染可能性の低い人っていうか感染しているかどうか分かんない人がたくさんいるという問題があるので、ここは一つ論点になり得るところですけども、この主張はなかなかこれでは説得できないんじゃないかという良い根拠じゃないんじゃないかというふうに思っています。それに例えば通常のインフルエンザ、他の感染症でも同じように外出を禁じることができるだろうかという問題があるかと思います。はい、次いきます。あなたが外出すると他人から感染させる危険があるため外出は禁じられるかと。これパターナリズムの発想です。あなたは出ない方がいいですよと。出たら他人から感染させられて、場合によっては死んじゃうかもしれませんよと。だから外出を禁じることができるかと。これは、もうなかなか難しいところだと思います。一つは、高齢者や基礎疾患を持つ人など、今回、その重症化のリスクが高い集団には、もしかしたらこれによって外出の制限をするというのが正当化できるかもしれませんが、重症化のリスクの低い人には説
説得力が弱い、特に今回言われている基礎疾患等を持たない若い人に関しては、このパターナリズムと言われると、これは大きなお世話だろうと言いたくなるところじゃないかと思います。でまた先ほど言いましたミル流の自由主義では、感染による不利益と仕事を休む不利益の間で判断するっていうのは、これ何が自分にとっての本当の利益かっていうのは当人が選ぶべきであって、その法によって規制されるべきことではないという主張が十分に成り立ちうるんじゃないかというふうに思います。はい。で最後なんですけども、ちょっと時間もありませんので、もう少し次回この話続きしたいと思いますので、皆さんその、少し考えておいていただいて、この、どうやったらこの外出自粛要請や他国のような外出規制というのは正当化できるか、この根拠について、考えていただければと思います。私自身の答えも話しますけども、あんまり自信がない答えですので、皆さんの考えも伺いながら、何が一番良い根拠かということを考えたいと思います。はい、じゃあ11時40分になりましたので、とりあえずこれで終わりにしまして、ここまでの質問を受け付けたいと思います。ここまで来てるの、引き出したやつが何か感じです。はい、どっちもいいと思います。はい、いろいろ質問ありがとうございます。可能な限り答えていきたいと思います。予防接種は医療じゃなくて公衆衛生ってことなのかな。おっしゃる通りで、予防接種っていうのは、普通病院等で受けますし、クリニック等で受けますので、医療というふうに考えられると思いますけども、予防を、最近は予防医学といろんな言葉があるんで難しいんですけども、公衆衛生だということに、なると思います。これはもう、公衆衛生と医療をどう関係づけるかっていう難しい問題があって、ほとんどの人が、医療者が予防接種してるっていうのもあって、それ医療じゃないだろうといったその喧嘩になると思うんですけども、伝統的にはその予防するっていう行為は公衆衛生的な介入だろうと思います。はい、病院とそれ以外という単純なことでいいんかな。これなかなかいい質問で、基本的には私はそういうイメージで考えています。病人の方が病院に行って受けるっていうのが臨床医療、メディシン。で、それ以外のものが公衆衛生。で、ついでに言いますと、英語ではこれは一番大きな枠組みはヘルスケアという言葉があります。で、ヘルスケアの中にメディシンとパブリックヘルスっていうのがあるというふうにまとめられることがあると思います。ですので、ヘルスケアっていう言葉を医療と訳すとごっちゃになっちゃうんですけども、ヘルスケアっていうのを例えば保健医療と訳すとすると、保健医療の中に公衆衛生と医療があるということになります。はい、どんどんいきます。インフルエンザの時はこうも公衆衛生的な何かがなかったので、なんで COVID-19 だとこうなるんだろうかと考えていると。これは非常に重要で、インフルエンザはまず治療薬があったり、予防接種っていうのが効くかどうかっていう問題もあるんですけども、あると。いろんなところがあるわけです。ただ、おっしゃる通りで、インフルエンザでも年間1万人が死んでいると推計されています。日本でですね。海外で、世界的にはもっと多いと思いますけども、ですので、インフルエンザの時は、これだけ規制をせずに、なんで COVID-19 の時はこれだけするのかっていうのは、本当にいい質問で、こんだけのことを正当化できるかっていうことは問題になるかと思います。一つとしては、COVID-19、新型コロナウイルスの実際どういうふうに感染するのか等の、どのくらい重症化するのか、致死率はどのくらいなのかということが分かってなかったので、予防的に、個人の自由を大きく制限するような対策、公衆衛生対策を取ってたということもあるんじゃないかというふうに思います。はい、そうですね。その他は、人権意識の変化と公衆衛生の変化にはズレが生じていると思います。そういったズレに対して倫理学が果たす役割を、どのように考えていますか。これ重要で、公衆衛生、昔は最近も問題になってますけども、ハンセン病の保障だとか、あるいは、強制不妊の問題等が出てましたけど、昔ほどその人権意識が低かった当時は、公衆衛生のために何してもいいというような話に、なりがちであったのに対して、現在は非常にその人権っていうのが大事だというふうに言われています。で、それは戦後の憲法等にも、でも保障されているところであります。で、ここが倫理学の難しい問題でありまして、人権を尊重しつつ、市民の健康を守る
介入というか政策をどのぐらい作ることができるのかっていうのが、非常に今日問われているところであります。それで人権の制約も、最低限必要最小限なら、正当化できるというふうに、公衆衛生の倫理学では考えられていると思うんですけども、それが最小限って一体どういうことなのかということを、明らかにする、議論する必要があるかと思います。はい、次に行きます。はい、究極的に行為の中で他人に危害を加えない行為ってあるんですかね。これは他者危害原則について常に言われる、非常に難しい問題です。ミルが考えている危害っていうのは、非常にそのストライクゾーンはやっぱりそのビール瓶持ってから目の前にいる人を殴るというような身体的な危害になります。ただ、その現在、ハラスメント等々という言葉もありますように、精神的な危害だとか、そういったものも問題になってますので、精神的な危害ということを言い出すと、どこまでが危害かという問題はあると思います。ただ繰り返しになるんですけど、例えば、先ほどの、交通事故を起こすと保険医療財政、医療財政が逼迫されるっていうのは、そういうものは、かなりその、間接的な危害と考えてみるならば、他者危害という言葉では言わなかったんじゃないかと思います。危害というのをどこまで入れるかっていうのはあるんですけども、かなり限定的に考える必要があるんじゃないかというふうに思います。これも、非常に大きな、テーマであります。ありがとうございます。質問、次です。企業や、学校内のメンタルチェックによる、個人への介入によって精神疾患、発達障害と診断される方が急増しているように思います。今の日本の精神医療は精神医療というより公衆衛生の範囲であり、倫理の問題にもつながると思うのですが、このような問題は、議論されているのでしょうか。これはその、私が、研究している領域ではないですけども、病気っていうのが、特に精神科医療において病気が増えているという問題が、大きくあると思いますね。それに、早めに対応して、早めに対応するっていう発想も非常に強くなっていると思います。で、これの倫理問題っていうのは、精神疾患の倫理問題としていろいろあると思うんですけども、私、すぐにこれということをちょっとご紹介できないので、ご自身でちょっと調べていただければと思います。はい、次いきます。パターナリズムっていうのはおせっかいのことかと。いや、そうなんですよね。おせっかいだと思うんですけれども、このおせっかいが、好きっていうか、英米でもそのナニーステート、そのナニーっていうので、ウバーのようなことをする国家ということで問題になるところですけれども、これが非常に難しいところです。皆さんもシートベルトをつけるのほとんどの人慣れてると思うので、シートベルトをつけるのは当たり前だし、それを罰してもいいと思ってるかもしれないんですけども、公衆衛生では結構こういったものが当たり前のものとして使われています。で、ある程度のおせっかいは重要なんじゃないか。で、最近流行ってるものとしてリバタリアンパターナリズム、ナッジという動きもありますけれども、そのリバタリアンパターナリズムを含めて、この、一つ公衆衛生、あるいは人々の健康、生命を守るためにこういったおせっかいっていうのが、必要なんじゃないかと、考えられる傾向にあると思います。私もある程度までは許されると思ってますけども、どこまで許されるかっていうのを議論する必要があります。はい、次です。未成年のパターナリズムが必要なら、認知症や精神疾患などの自己判断能力が自立していない、高齢者に対しても必要なのでは。これはその通りでありまして、いわゆる判断能力がない人に関しては、当人が事前に決めていなければ、周りの人が当人の利益のために、最近では最善の利益という言葉も使われますが、当人のベストインタレストのために決定するということが、パターナリズムと言われますが、それが普通は正当化できるというふうに考えられています。問題になるのは、いわゆる大の大人と呼ばれるような、もう自分で何でも決められると考えられているような人に介入することであります。はい、次です。すみません。全体って誰かと。いうことで、これ全体というのはこれも面白い、問題です。これは功利主義においても、問題になる重要な問題であります。全体っていうのは、例えば、日本で限っていいのか、あるいは世界で限っていいのか、で COVID-19 というのは動物も関わることが分かってますけど、動物も入れるのかといったような問題があり得るんじゃないかと思います。現在私が考えているのは、現在のパンデミックの対策で考えたら日本の対策なんで、基本的には日本の対策を考えています。ただ、その日本も、感染症を海外の
海外での感染症を抑えないと、日本もいつまで第2波、第3波がやってくるかということを考えないといけませんので、世界的なものも考えるべきだと思います。ただ今回、話し続けますけれども、今回非常に自国のことだけを考えるという、感染症対策としてはあまり、賢くなかった、その自国のことをまず、それで手一杯だったっていうのもあると思うんですけど、自国のことだけを考えるというような問題があったというので、この全体っていうのをどこに置くかっていうのは非常に重要な指摘だと思います。ありがとうございます。はい。次ですが、個人は全体に含まれないってことかと。これも非常に重要な質問で、もちろん、功利主義的にも、他の、公衆衛生の発想でも、個人の健康の総体が、全体の、利益、健康になるということであります。ただ、全体の利益と個人の利益が、衝突するっていうのは、功利主義だけじゃなくていろんなところで言われている通りで、公衆衛生についてもそうであります。例えば私が感染してて、もう病院にいた方がいいというんであれば、私が病院にいることは全体の利益にもなると思うんですけども、私が感染してなくて、街に遊びに出かけられないと言ったときに、それは私の、外に出ることは私の利益になるけれども、全体の利益にはならないというような形で対立し得るというのが、非常に難しいところであります。はい、次いきます。高齢者の免許返納などは強制できないのでしょうか。これは、非常に、現在問題になっている非常にいい質問でありまして、これが先ほどのその人権とかいう人権とかっていう言い方は良くないですけど、人権や個人の自由という問題と非常に関係するところであります。一見すると、高齢者が、交通事故をたくさん起こしていると、それ自体も問題になり得るところと思うんですけども、高齢者が事故を起こしているから、もう取った方がいいんじゃないかということになりますが、一律に取るということが、高齢者にとってどういう不自由、あるいはどういうその権利を奪うことになり得るか、権利ということは必要ないかもしれませんけれども、高齢者の利益、あるいは自由ということを十分に考えた上でやる必要があると思います。ただ、非常に大きな問題だと思います。これがまた公衆衛生で問題になることの一つであります。はい。次です。政治の完全なパターナリズムは難しいということでしょうか。生レバでも餅でも自分が被害に遭ったら病院なり会社なり少なくとも他者に迷惑、危害が及びますと。これは非常に重要な指摘なんですけども、先ほど言いましたように危害、迷惑という言葉はもう迷惑というともう息をしてるだけで人に迷惑かけてるというようなことも言えると思うんですけれども、危害というのは先ほどミルの他者危害原則において説明しましたように、狭く捉えとかないと、もう何でも危害っていうと、もう息してるだけで危害なんだからもう何でも規制してしまいましょうと。そうすると、例えば海で泳ぐと、サメに食べられないまでも、溺れて死ぬ人がいるから、これも、他人に迷惑だから規制と。冬山はどうかわからないんですけど、山に行っても人死ぬかもしれないから規制ということで、もう何でもかんでも、できなくなるっていうのが、ミルが、恐れたことであります。こういうふうにすると、人々は、自由に生きていけないと。自由に生きていけないと、ミルの時にはスティーブ・ジョブズはいませんでしたけども、スティーブ・ジョブズみたいに、個性を発揮して社会を、変えていくような人っていうのが現れないというふうなことを、自由論で書いてます。スティーブ・ジョブズの名前は出てませんけれども、そういう人が、出てこなくなる。だから自由っていうのは極力、制限すべきでないと。それで、先ほど言ったような狭い危害に、限定して規制をすべきなんだというふうに考えるわけです。ですので、完全なパターナリズムっていうのは、自由主義を尊重している社会では非常に難しいと思います。はい、続きます。休校要請はパターナリズム的観点でしょうか。これは難しいところです。休校要請はかなり10%人からげにやりますので、全体の利益のためにやっているというふうに、理解できるんじゃないかと思います。一部にはパターナリズム的なところもあるでしょうけども、あなたの利益というだけでなくて、全体の利益のために休んでくださいと、オンラインの講義に移ってくださいということがあると思います。3つ以外の説はありますかというので、これも非常に重要です。1つだけご説明しますが、古典的にはリーガルモラリズム、法による道徳の強制と、もう一回言いますが、リーガルモラリズム、法による道徳の強制という問題がありました。これは、例えば酒を飲んで酔っ払うとか、タバコを吸うとかいうのは、道徳的に何か悪いところがあると。それは健康に悪いという以外に道徳的に酔っ払っているのは、道徳的に悪いから道徳的に悪いことは法によって規制して良いというような発想がありました。例えば禁酒法の時に、出てきたポスターなんかで、酒を飲むと
インピュアになると、ピュアさが失われると、子供がピュアであることを保つために禁止すべきだって話がありました。このリーガルモラリズムっていうのはしかし非常に難しいです。例えば、ある種の性的な思考っていうのは道徳的に悪いからそれを禁じていいっていうのは、現在の価値が多元化した社会では認められないというふうに考えられているところです。ですので、公衆衛生で伝統的には例えばリーガルモラリズムっていうのがありましたけれども、これは今回ご紹介しませんでしたけれども、非常にもっともらしくない根拠として、今日では考えられているところであります。はい、次に行きます。倫理的に問題を考えることは非常に面白いですが、それが政治に影響を与えると考えますか？選挙によりそれを権力が認められているからというような答えはあり得ないのでしょうか？今回、自己の意思決定の話が出たんですが、住民投票とか、そういった集団的な意思決定は規制に関係づけられますか？他者危害の文脈ではどうなんでしょうかと、いうことですけども、いくつか問題があると思うんですけども、政治に影響を与えるかどうかっていうのは難しいところです。皆さんの中に政治家の方がいて、この授業を聞いてくれてたら、もしかしたら、政治に影響を与えるかもしれません。誰も話聞いてなければ、影響を与えることはないと思います。ただ、政治や法っていうのも、やはりその根拠、もちろんその、権力とかパワーっていうのも非常に重要ですけれども、皆さん、パチンコ店の店名公表もそうでしたけれども、納得できないことには、たとえ法で指示されようがなかなか従えないということはあると思います。ですので、法律が、政治が、円滑に進むためにも、良い根拠に、その何をすべきかと何を強制するかということが、良い根拠に基づいていることっていうのは非常に大事だというふうに思っています。ですので、影響を与えるかどうかわからないんですけど、従う側にとっても、従う人にとっても、良い根拠であるかどうかというのは非常に重要な問題だと思います。はい。パターナリズムの理論家の代表的な人物は誰ですかっていうのは、これは重要な問題で、パターナリズムっていうのはミル自身は言葉を使ってません。それで、ミルに対しては、先ほどの、誰も無人島には住んでいないと。息してたら人に危害を加えるんだといったような批判は非常にありました。ただ、この私はパターナリストだからどんどんやりますっていうような主張を、手を挙げて言う人っていうのはなかなか、いないと思います。むしろパターナリズムの本、例えば、ジェラルド・ド・ウォーキンという方がいますが、そういった方がパターナリズムの本を書いてます。で、皆さん Amazon で調べてみると、日本でもいくつか本があります。面白い本としましては、いくつかありますので、すみません、今すぐ名前が出せないんですけども、ぜひそういった本を見ていただければと思います。はい、もうちょっとだけいいですかね。はい。パンデミックを引き起こしたとされる個人の特定と責任は問われうると思いますか？これも非常に面白い問題で、倫理学で扱うべき問題として、感染した人の責任を問うべきかという問題があります。で、今、社会的にはそれは全くけしからんという話になってるんですけども、それは私もある程度同意するんですけども、本当に、責任を問わない、のが問わないべきなのか、そう問わないべきだとすると一体なぜなのかということを、倫理学的には考えないといけないと思います。今回ちょっとやろうかどうかまだ悩んでるんですけど、これやると非常にこの、ライブ配信というのもあって叩かれるんじゃないかと思ってますけれども、もしかしたら勇気を出して、勇気の徳を発揮してやるかもしれません。この問題非常に重要な問題だと思ってます。ただ、すぐにはちょっとお答えできない問題です。ただ例えばどこから感染源が発生してきたかというのは今問うて意味があるのかという問題はあると思います。責任を付け合っている場合ではないというふうに思います。はい、次です。予防原則は環境分野では使うことがありますけど、人の行動に自由に直に使って良いんでしょうかと。これは非常に、これも重要な問題です。公衆衛生とか予防っていう時に、予防原則っていうのをいつ発動させるか、いつ使って良いかっていう問題があると思います。今回は、ある程度予防的に、個人の自由を多めに制限したように思うんですけども、それがどういう時に、やっていいかということを明確にしとかないと、個人の自由が不当に制限されることもあるかと思います。はい、続きいきます。どんどん質問があって、なくならない、頑張ってるんですけど、なくならないんですけども、ありがとうございます。公的利益として SDG もそうですが、未来と現代の利益が反する場合の判断、どう考えていけばよいでしょうか。現代の人の利益は自由のための、個人の自由のため、未来の人の利益は自由が奪われるという時間的な公的利益もあるので、これその通りで、全体の利益っていう時に、未来の人の利益っていうことも考える必要があると思います。その未来の人のためになぜ今いる我々が、規制を受けない、自由の制約を受けなきゃいけないのかという問題は、公衆衛生の倫理と、同じ問題をはらんでいると思います。それ以上はちょっと今
すぐ言えないんですけども、重要なご指摘です。質問で、利益って何ですか？例えば、したくもない予防接種は不利益なのか、利益なのか。この利益っていうのは非常に曖昧な言葉であります。幸福と言い換えられる時もあります。で、公衆衛生で重要になってくるときは、一般に公衆衛生で利益というと、健康とか生命のことです。ただ我々は健康や生命以外にも自由、その他のことを利益として考えているので、そこが大きな問題になることです。つまり公衆衛生、健康だけが問題じゃないんだから、私は健康よりも自由の方が利益の方が大事なんだっていう人にどうやって説得できるかということが問題になります。はい、次いきます。一次予防に関して倫理的ジレンマが生じやすいだろうと思いますが、二次予防、三次予防に関しては倫理的な議論は起こらないのでしょうか。これはもちろん、起こると思います。特に二次予防、三次予防については、これは古典的な、医療における問題というのもありますので、公衆衛生では現在問題になっているのは一次予防だということはありますけども、二次予防、三次予防、例えば公衆衛生におけるその、リハビリだとか、社会の犯罪した場合の社会に戻るという構成、といった問題にも問題があります。ちょっと今回はご話しできませんが、そういった問題は十分にあります。次いきます。試験の制限せずに COVID-19 が蔓延、医療が崩壊した場合に命の選別という別の段階の問題が生じるように思います。それはまた次回以降のトリアージということでしょうか。はい。これは第4回にお話しする予定です。お話しする予定です。私と皆さんが元気でいる限りは多分お話できると思います。楽しみにしておいてください。はい、続きいきます。正当化根拠を前もって示すことができないので、統計やモニタリングで適宜政策を決めざるを得ない事態がこれからも増えていくのだと思いますが、これは重要な問題ですが、これは科学と政治というだけじゃなくて、科学が政策に反映されるときに、ある種の統計的、疫学的な事実判断だけでなくて、倫理的、あるいは価値判断が入るということが重要です。一体どういう時になると、もうこれは危険だと、生命を守る、人々の生命を守るために、このラインを超えれば、もう、例えば強制が正当化されると考えるべきか。これ、すなわち、域地を設定するっていうのは科学そのものには決められないことです。ですから、この価値判断っていうのが非常に、倫理学的なテーマになります。倫理学だけじゃないですけど、倫理学のテーマになるところであります。はい、最後です。研究者としてどこまで政治に影響を与えたいと思ってますか？いやー、これは難しいですね。ちょっと宿題として考えたいと思うんですけども、政治家の人も見ていい議論をしてほしいなと思います。理不尽な、政策をすると、政治家にとっても良くないと思いますけど、社会の我々にとっても非常に不利益になると思いますので、政治家は立派に判断をしてほしいと思っております。はい、じゃあ、とりあえずこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。また次回、楽しみにしてます。皆さん安全にお過ごしください。はい。